こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2024年以降に発売日初日から Xbox ゲームパスに対応することが決定している期待作を20本ご紹介します。様々なジャンルのタイトルが今後もゲームパスに追加されますので、ぜひ気になるタイトルを見つけてみてね。ペルソナ3リロード2024年2月2日発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。2006年に PS2 向けにリリースされたペルソナ3のフルリメイク作品で、3をペルソナ5のようなクオリティで楽しめるようにと作られています。リメイクにあたってキャラクターのサイドエピソードや掛け合いセリフの追加、ボイスシーンの追加、他にもキャラクター 2D イラスト、3D モデル、背景デザインに UI など全てを美麗に刷新されており、しっかり3らしいクールさを取り入れたリメイク作となっているとのことです。スティルウェイクス・ザ・ディープ2024年初頭発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。石油掘削施設を舞台にした一人称視点のサバイバルホラーアクションゲームです。本作では武器や特別な能力などは存在せず、自身の知恵と決断を頼りに脱出を試みる必要があります。バウンティースター2024年初頭発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。メカに乗って戦いながら農業や基地作りもできるカスタムモードが存在する TPS アクションゲーム。主人公は退役軍人で砂漠の危険区域で賞金稼ぎをし、報酬を得つつ基地を整備し、作物や動物を育て、この地域を活性化させていくとのことです。百栄雄伝2024年4月23日発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。幻想水湖伝のクリエイターたちが手掛ける最新 RPG 作品。そのタイトルの通り、100人以上に及ぶ仲間キャラクターが存在しており、その全員がフルボイスに対応します。戦闘にはオーソドックスな単性のコマンドバトルを採用しており、最大6人のユニットを指揮してモンスターや軍隊、大型のクリーチャーなどとの戦闘を楽しめます。前日短となる 2D アクションゲーム百栄雄伝ライジングもゲームパスに対応し、現在遊ぶことができますよ。ダンジョンズ・オブ・ヒンターベルグ2024年発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。アニメ調のグラフィックで作られたアクションアドベンチャーゲーム。探検家の女性主人公としてオーストリアアルプス山脈を舞台に様々なフィールドやダンジョン、街並みを冒険することができます。剣を使ったモンスターとのバトルやスノーボードでの氷河の滑降、森林の中をジップラインで滑空したり、山登りに勤しんだり、はたまた湖畔で至福のコーヒーをすすったりと、アクションもまったりとした旅も楽しむことができる作品です。ストーカー2ハート・オブ・チェルノブイリ2024年発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。終末世界のチェルノブイリ立ち入り禁止ゾーンを舞台にした他のゲームでは味わえないようなオープンワールドサバイバルゲーム。 FPS と没入型シミュレーション、そしてホラーの要素を併せ持っていて、アンリアルエンジン5を用いた次世代のグラフィックで唯一無二のゲーム体験を楽しめるとのことです。発売時期に関しては現時点では3月までに発売とアナウンスされています。33イモータルズ2024年発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。スピリットフェアラーの開発陣が手掛ける最新作です。協力プレイメインのローグライクアクションゲームとなっていて、剣や弓などで敵の群れを倒していき、新たな武器を手に入れたり、能力の強化を入手していくことが可能で、やられてしまうと最初からやり直しになりますが、永続的なアップグレードができる要素も用意されています。さらにそのタイトルの通り、33人での協力プレイが可能となっていて、縦横無尽に味方たちと共に戦うことができるとのことです。リトルキティビッグシティ2024年発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。迷子になってしまった子猫として家に帰ることを目的に気ままに自由に現実世界のオープンワールドを探索することができるアドベンチャーゲームです。日
本の東京の街並みをモチーフにしているとのことで、猫としてまったりと探索を楽しめる一本となりそうですね。ライトイヤーフロンティア2024年発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。銀河の果てにある惑星を舞台にしたオープンワールドのほのぼの系農業アドベンチャー。最大3人オンライン協力プレイに対応していて、フレンドと一緒に遠く離れた惑星で作物の栽培や家を建築、未開の荒野の探検を楽しめるとのことです。プリントロック2024年発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。古代の神々やアンデッドたちと戦うオープンワールドアクション RPG でハイスピードなアクションとソウルライクの要素も取り入れられているようです。エルデンリングとゴッド・オブ・ウォーの中間くらいのゲームを目指して制作されているとのことで、キャラクターの成長要素も存在します。フライトシミュレーター2024年発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。本作では空から水をまいて火災の消火を行ったり、ヘリコプターを使った山岳救助やプロペラ機を利用したエアレース、スカイダイビングやグライダーなどが追加されていて、前作と比べるとよりゲーム性の強いバリエーション豊かな遊びを楽しめるようになっています。ゴーメカボール2024年発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。ピンボールのように転がるアクションを楽しむことができる 3D ローグライクゲーム。様々な武器を利用して能力のアップグレードを行い、自身を強化して激しく爽快な戦闘を楽しむことができるとのことです。スピード感があってとても面白そうですね。リプレイスド2024年発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。2.5D で描かれた SF なサイバーパンクの世界観を舞台にしたレトロフューチャーアクションゲームです。シネマティックでハイセンス演出と過激なアクションが楽しめるとのことで、いい世界観設定ですよね。ヘルブレイド2 2024年発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。Xbox ゲームスタジオファーストタイトルです。DMC デビルメイクライを制作した忍者セオリーが手掛けるタイトルで、精神疾患の苦しみをゲームとして描いたアクションゲームです。前作は日本では未発売ですが、海外のゲームパスに対応していて、日本語で遊ぶことも可能となっています。圧倒的な映像で見せる演出は必見です。アーク2 2024年発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。恐竜だらけのオープンワールドサバイバルアクションゲームアークの続編です。オンラインプレイにも対応し、次世代のサバイバル体験を楽しめるようなゲームとして作られているとのことです。なお、今作のゲームパス対象期間は3年間であると事前に告知されています。ネオンホワイト発売日初日からゲームパスに対応します。他機種ではすでにリリースされ、圧倒的高評価な天国の悪霊退治をテーマにしたハイペースな一人称視点のアクションゲーム。爽快感のあるパルクールアクションが楽しめる本作では、ソウルカードと呼ばれるカードの能力を利用することができ、2段ジャンプやエアーダッシュなどを巧みに扱い、ステージを攻略していきます。Xbox で遊べるのが楽しみですね。アナザークラブズトレジャー発売日初日からゲームパスに対応します。ヤドカリを主人公にした高難易度ソウルライクアクションゲーム。主人公のクリルは落ちているゴミを貝殻のように装備して、自分よりも何倍も大きく強力な敵と戦っていきます。また今作ではソウルライクが苦手な方向けに難易度を低くしたアシストモードも搭載されます。To a T 発売日初日からゲームパスに対応します。塊魂のゲームデザイナーである高橋啓太氏が手掛ける新作で、どんな時にでも T のポーズで暮らす主人公ティーンとして自分の居場所や可能性を見つけていくといった物語となっています。ティーンの過ごす生活がどんなことでもミニゲームになってしまうとのことで、朝食を食べたり、ワンちゃんを撫でたり、歯を磨いたりといった日常をティーンのポーズで過ごしていきます。可愛らしい世界観で楽しみですね。国つかみパスオブザゴッテス
発売日初日からゲームパスに対応します。古代の日本を舞台に刀を扱い妖怪たちと戦っていくアクションゲームで、カプコンが開発を手掛ける最新作となります。RE エンジンを用いて作られていて、現時点ではまだ発売日は未定です。色彩豊かな世界観を舞台にカプコンらしい激しくスタイリッシュなアクションを楽しめそうですね。ホローナイトシルクソング、発売日初日からゲームパスに対応します。美しい幻想的な世界観と高い難易度、圧倒的なボリュームを誇るメトロイドバニアの傑作、ホローナイト待望の続編となります。2019年に発表され、当初は2023年前半に発売が予定されていましたが、より良い作品にするために延期となっています。なお、前作ホローナイトはゲームパスで遊ぶことが可能で、FPS ブーストに対応し、120fps で遊ぶことができます。あまりにも完成度が高すぎる全ゲーマーに必ず遊んでほしい最高のアクションゲームなので、前作未プレイの方は続編発売の前にぜひ。ということで、今回は2024年以降に発売日初日から Xbox ゲームパスに対応することが決定している期待作を20本ご紹介しました。2024年もたくさんの名作を楽しめると嬉しいですね。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報やレビューを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方も情報発信行っているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。